こんにちは。今日は2月8日発売のアミリスの新刊ノマドニッツのご紹介をします。サンプルを実際に着てみたり、本作りの話をしようと思います。はい、こんにちは。アミリスの徳子です。メリです。今回は新刊のご紹介をする回になっております。はい。はい。タイトルはノマドニッツです。はい。ノマドヌースという、スイスが本社の糸メーカーの糸を全編使った本になっています。はい。内容を紹介する前に、まずは私たちが着ているものを紹介しようと思います。はい、メリさんが着ているのは、これはエリさんのですね。私が着ているのは、これですね。はい、清水エリさんデザインの When You Wish Upon a Wind という名前のセーターになってます。はい。はい。私はテミー。テミーですか。はい。はい。とても上質な糸になっております。はい。デザイナーはサラ・ソロモンさん。はい。メリさんの大好きなサラさんです。はい。はい。今回は日本語と英語両方併記で一冊作ってるんですけど、ノマドヌースという会社はモンゴルそうですねで糸を、原料を調達してでネパールで全部手紡ぎして糸を作っている会社で、その、モンゴルの遊牧民の方たちの生活とかライフスタイルを支援したり、あとネパールでは女性をたくさん雇用してで、生活の水準を上げたり子育てを支援したりしながら、男性もいるんですけど家でできるだけ紡ぎをして、その糸を買い上げるみたいな感じのビジネスをしている会社です。はい、はい、オーナーはコティさんという方で。そうですね。はい、はい。何年前でしょうか。私たち初めて見たの。8年？もう8年ですか。くらい前かな。7年前？いや、そうでもないな。5、6年前。私が6年前かな。5年か6年だと思います。その時ね、まだそんなに糸の種類はなかったんですけれども、多分会社を始めてすぐぐらいの頃に、ドイツの手芸材料の見本市に出展していて、で私たちこのコティさんのブースを一番に見て、でうわ何この糸っていう感じですごい感心してもうすぐ仕入れることを決めたんですけれども、糸はヤクとあと羊と、あとキャメル、そうラクダですね、が基本的にあって、最近はバナナの糸とかそうですね、プラントファイバーの糸とか少し、それはモンゴルじゃなくて別なところで調達している糸が最近はあるんですけれども、今回の本では全部その最初に言った3つの種類の糸だけを使っています。ね、このちょうどこのヤクの糸が一玉ここにあるんですけど、もう手で紡いだとは全く思えない。全くなんていうか素朴さがない。そうなんですよね。私キャメルの糸で自分で作品編んだことありますけれども、一個もなかったんです。ボコッとしたところが完璧なまま、人が紡いだとは思えない、細くなったり太くなったりするわけでもなく、均一だったのにとても感心しました。あとタグにいつも人の顔がついてるんですけれども、紡いだ方のお名前と顔写真が入っていて、おじさんがうまいんだよね。そうなんです。私はその時、今はいらっしゃるかわからないんですけど、その時唯一の男性の方が紡いだ糸を使ったんですけども、今は一人じゃないかもしれないですけど、とにかくその人がうまくて、すごく感心しました。これ人が紡ぐんだっていう感じですね。まあでもとにかく紡いだ糸でここまでちゃんと製品を提供している会社は今のところ見たことがないというか。
均一な、個人で手紡ぎの糸売ってる方はいっぱいいますけど、この規模でこのレベルで手紡ぎの糸を卸をしているっていう会社は私たちも他に知らなくて、はい、そうですね。はい。ということで糸のご紹介はこの辺にしまして、はい、本を作った経緯は何でしょうか？本は、この糸を私たちすごい好きで、会社の理念にも賛同して、アミリスでも扱ってるんですけど、はい、なかなかいいパターンが増えなくて、やっぱり糸が細いっていうのもあって、デザイナーさんがなかなかノマドニュースを知らなかったりするので、私たちがいいと思うパターン一冊集めたような本が作りたいなと思って、はい、はい、去年ぐらいから一昨年か。そうですかね。はい、企画してやっと一冊出来上がりました。はい、はい。とっても素敵な作品が集まりましたし、いい感じの写真が揃ってよかったですね。そうですね。はい、一応モンゴルの糸を使った一冊っていうことで、ちょっと高原っぽい、雰囲気で雰囲気の撮影をしましたが、雰囲気もよく。なんかどこか遠くの国に行ったのかな、それはどうかしらって感じの写真が撮れてよかったです。はい、はい、まずこの2つのサンプルを紹介したいと思います。はい、エリさんはノマドニュースの糸でたくさんデザインしているデザイナーさんで、最初からノマドニュースの糸を使って作品を定期的に出してるデザイナーさんなので、よく糸をご存知なのかなとも思います。はい、はい、それで今回はソリッドカラーじゃなくてこの、はい、一本の糸でなんかしましまになっているような糸ですね。マールの糸なんですけどを両方とも使ってデザインしてくれてます。これもただの青に見えるかもしれないんですけど、青と黒っぽい、青と紺っていうのかな。そうだね、はい、黒っぽい糸のなんか2色が混ざっている、はい、地の色に、はい、えんじと白の模様が入ってる感じですね。でこの模様に名前がいろいろついているので、お楽しみになさってください。なんかモンゴルの飾りっていうか、この旗、5色の旗、タルチョっていう旗みたいです。その模様をなんかモチーフにしているということで、すごい可愛くて。これは何ですか、名前？これも同じ When You Wish Upon a Wind っていうのスカーフなんですか？はい、スカーフですね。それでこのフリンジも可愛いし、フリンジをつけて、今回この糸がもしゃもしゃ残ってるんですけど、これは残したままでもいいし、糸始末してもいいというエリさんからのはい。で、エリさん的にはこのせっかく手紡ぎで作られた糸を切るのが忍びないっていう話で、はい、でもなんかそのモンゴルのゲルっていうんだっけ、写真にこの旗みたいなのがかかってる写真を見たら、なんとなくこう糸がピヨピヨ出ているような感じで、なんかそれっぽいなと思って、はい、これも可愛いなと。可愛いです、この模様がね。ね、本当に。もしゃもしゃしてるのが、もちろんソリッドの糸で編んでもいいんですけど、この感じがとっても可愛いですね。可愛いなと、軽いです。はい、とにかく思ってます。はい。はい。マフラーってね、重くなりがちなんですけど、そうだよね、随分軽いですね。はい。はい。で、これはサラさんの名前はティミーなんですけど、さっき紹介しましたけど、これは日本撮りだと思います。日本撮りなんだよね。はい。キャメル日本撮りという大変高価な仕上がりになっております。はい。がすごいですね。編むのが上手で、とにかく、あともう本当に気持ちがよく、全くチクチクしません。はい。一生ものじゃないんじゃないでしょうか。そうだね。もうずっと着れるよね。あったかいし、気分がいいですもんね。はい。サラさんはもう本当ベテランのニットやデザイナーで、今はボーグニッティングの雑誌の編集の仕事も
しているかな。はい。はい、本当プロの方です。私たち何回かイベントでお会いして、でいつも本当になんていうか手編みとは思えない質の高いデザインをする方なので、ちょっと今回お願いしてみました。こうね、閉じはぎしてるけど、ね、完璧すぎて本当に上手なんだよね。驚きます。うんこの裏と表のここがね、ここ取るの難しいんだけど、完璧でしたね。はい。はい。さすが。さすがでした。はい。出来栄えに感心します。はい。そして、はい。これは表紙にもなっている、ロミさんのデザインのショールで、ウィンターズピーク。どっちが表かな？冬の山の頂上的な、このギザギザそうですね、いっぱいしているのが、この山の頂的なイメージなのかなと思うんですけど、はい、これ一応こっちが表なんですけど、別にあんまり裏表がないデザインで、ですね、そうなんですよね。この模様のところガーターになってるので、裏から見ても結構、綺麗だし、あとこのゴム編みのところとこのケーブルとガーターを組み合わせたこの模様がすごい素敵なショールになってます。こっちはアランウェイトのキャメルですね。はい、デザートキャメルアランになっております。はい。私この色目がセブンワンダーズオブヌース。なんか面白いなっていつも思ってます。ノマドヌースの名前が。そうだね。はい。ヌースの七不思議。っていうはずの詩なの。ということで、編みやすく使いやすい一枚だと思います。次はキットマンですかね。そうですね。いつもショールをお願いしているアルピナス。これはフィンガリングのキャメルです。はい。いいね、キャメル。とにかくキャメルっていいですよ、皆さん。はい。これはボトムアップで編んでて、この先に模様を編むタイプのデザインになってます。このお花の模様みたいな感じ。綺麗にレースが出ておりますね。これ編むの楽しそうな。はい。使いやすいサイズだと思います。私だったらこういつものように首にシャッと巻きますけど。ね、使いやすいサイズではないでしょうか。はい。はい。次は山柄さんのアルタイ。これ編むのこれ結構大変だと思うんですけど、これもキャメルだね。キャメルのライトフィンガリングで、このストライプとソリッドっていうか、この普通のメリヤスのところに、あとカラーワークが来るっていう。こっちがねカラーワークなんですよね。それで色を変えながらどんどん変えていき、中間地点の後のストライプ、4色使って少しずつ色を変えて、で大変だなと思ったんですけど、これだいぶかっこいいんですよ。なのでそうですね、編みましてご家族で使われることがもしパートナーいらっしゃったら、こちらこれね、男性でも女性でも全然いいし、結構ねシュッとした感じで素敵だなっていう。そうですね、私編みたいなと思いました。あとカラーワークなんですけど、これ輪で筒状になってるので、そうなんですよね、ずっと表だっていう、いや、それは素晴らしい感じですけど、ここから見るとすごいよね。すごい、そうすごいですけど、まあなんかこれが編める人は大体すごい編み手だと思うので、ご自分で使われてもいいし、いやプレゼントにするにちょっとねもったいない。時々パートナーに貸すぐらい、貸すぐらいでほぼ自分で使うっていう。本当気持ちいいね。そうなの。すごい本当気持ちいいです、これは。それで、マフラー状なので、使い勝手もよく。これ大変だったらもちろん半分ぐらいの長さに編んで輪にすればまあね、二重巻きのカウルにもできるかなとは、思います。本当にあったかいです。
はい、では次は、まず、ちょっと着替えてきました。メリさんのが、スイートスカビオス。はい。これは、モンゴル高原に咲いているであろう花の名前から取りました。はい。いろいろ考えて。そうですね。これはリエさんのデザインなんですけど、アメリスでもいつもお願いしているデザイナーさんなんですけど、ディテールがいつもすごい凝ってる方なんですけど、これも何種類のステッチ使ってるのかな。この裾たくさんもこのちょっと透かし編みっぽいケーブルと、掛け目の模様で、ここもレース。ここにも違う模様が入って、あとお袖も違う模様が入って、後ろもねあります。また違うここにまるでセーラーカラーみたいなようなものが入っています。はい。で、襟元からのアイコートで紐になってるって感じですね。はい。可愛らしく。はい。糸はシープの方ですね。そうですね。このレースなので結構穴は開いてますけど、軽くてあったかい。まあ鉄麦ですからね。はい。何にしろいつも暖かいんですけど、はい。まあこういう可愛らしい雰囲気がお好きな方、ぜひ。そうですね。って感じですね。やっぱりでもこうやって見ると、なんせ鉄麦なので、やっぱり工場で機械で作った糸とは全然違って、表情があるこの感じがやっぱり素敵だなっていう、はい、感じになってます。これは染めは何か違うので染めてるの？知ってるメリス？これは糸染め？糸染めなんですね。なんかちょっとムラがあるように見えます。でも手染め、基本的には手染め。素敵です。はい。やってます。はい。で、こっちがサルヒ。はい。風だっけ？はい。モンゴル語で風です。はい。で、デザイナーがジャスティナですね。はい。ポーランドのデザイナーさんですね。ここがだいぶ下がってて、お袖がついてるっていうタイプの。これもブリオッシュとゴム編みの組み合わせなのかな。これはヤクとシープの混合の糸の方ですね。フィンガリングウェイトで。で、これがマールみたいになってるのかな、それが。そうだね。これもでも一本取りだよね。一本取りです。糸がこういう感じなんですね。ともかく暖かくて軽いです。とこさん立ってもらってもいいですか？なんか形が見えるといいな。ね。こうなってます。ポテってしてます。はい。手が結構この肩が下がってるというか、身幅が。まあなんかこうさっと羽織るのにぴったりなので、もったいないですけど家にあるとだいぶ使い勝手がよろしいのではないでしょうかっていう感じのものです。はい。今ねみんなで編みたいなって話になってました。使いやすそうでした。ね。はい。はい。でこれは、台湾人のデザイナーさんのイレーヌさんのデザインでポンチョなんですけど、ロームっていう名前ですね。あれかな、遊牧的なさまよう的なそういう感じの名前かな。これ形も面白くパッと見ただけではただの長方形なのかなって思ったんですけど、全然違ってすごいなんか面白い形してるんだよね。今ここ脇の下でボタンを止めて、この袖がこうですね、できる感じに。だからボタンを止めたらお袖ができ、ボタンを外すと本当に普通の、いやそれが変わった形なんです。今外した、ほら、確かにね、何角形っていうのわからないけれど、でもこの状態だとなんか大きめのオーバーショール的な感じで使えるかなと。もうなんか羽織るみたいな。便利そうね。感じで。本当だ。ショールで使えそう。これもキャメルなので本当にすごいね。はい、あったかい。暖かく気持ちいいですね。で、ボタンを止めればちょっとポンチョっていうかベスト風な着られるってことなんですね。感じになってます。ね。で、このケーブル模様っていうか。可愛いです。はい、ここにちょっとレースが入ってる感じで。編むのも楽しそう。はい。
可愛らしい形でした。はい。はい。モデルさんはワンピースに着てますが、まあ何に着たっていけるのではないかな。はい。持ってると便利ですね、形として。はい。はい。ということで最後最後ががスリッパ。とっても可愛らしいんです、このスリッパ。ちょっとお名前は何でしょうか。オラ。オラはオラウーリーだね。うん。なんかアイルランド語でウーリーっていう、なんて言うんだろう。ウール？ウールっぽい、はい。ふわふわってことふわふわってことかな。もしゃもしゃって感じかな。これは唯一かぎ針のパターンになってるんですけど、とにかく可愛いんです。ねそういうのがもったいない。これいっぱい、どうやって編んでるんだろ引き出すのかな。まあとにかく鍵なんですけど、はい。これはシープの糸なんですけど、暖かいんです、とっても。ね。それで可愛らしいので編みたい気持ちでいっぱいなんです。可愛いね。まあちょっと動物がいる家は動物と一体になりそうな気配でいっぱいですけど、とにかく可愛らしいです。はい。もしゃもしゃしてて、ちょっと皆さんも編んでみてください。初めて見ました、こんなもしゃもしゃスリッパ。ね、うちの犬が犬の毛だらけになりつつ、犬がここに顎とか乗せて寝そうですけど、本当試してみてください。はい、あとこの色がね、私の大好きな色で素敵だなと思います。はい、青緑。青緑でしたね。はい、いい色です。はい、はい、ということでこれで全点でしょうか。はい、はい。何点でした？全部で。全部で10点。はいです。10点作りましたね。そうですね。はい。はい。そんなにパターンがすごい難しいものはあまりないと思うんです。ちょっとこれだけがかぎ針に編み慣れてない人は難しいかなとは思うものの、これが一番凝ってるかな。いろいろなものがあるっていう点では、ステッチの凝りようではそうですけれども、他はそうでもないですね。なのでまあ糸の良さを楽しみながら編んでいただければ、はい、一生ものの気持ちで編んでもらえればどうかなと思います。はい、モンゴルと何でしたっけ、糸を紡いでいるところ、ネパール。そう、ネパールのことを考えながら編まれると、こんなに人の手が関わっている糸もね、あんまりないと思うので、はい、ね、みんなのこう作業を考えながら編むとより楽しく思い入れの深い一枚にそうですね、なるのかなと思います。エリさんみたいにこの糸端が捨てられないっていう気持ちになりそうですけど、そうですよね。はい。ぜひね、はい、お手に取っていただければ嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。このビデオがいいと思いましたら、チャンネル登録といいねボタンとコメントですね。はい。なんかどれが見たかったとか、どの糸が使いたいとか、なんかありましたら、ぜひコメント欄お願いいたします。よろしくお願いします。